7月12日土曜日、渋谷で5000人記念のフリマをするので、ぜひ来てください。皆さん、夏の T シャツ、どれがいいか迷ってませんか？ということでですね、今回は僕が今めちゃめちゃハマってて、今のトレンド感にもバッチリな白 T を紹介しようと思います。今回の動画はまず実際におすすめの T シャツを紹介して、でその後にこの T シャツの魅力で、3つ目にコーデ紹介、実際に着た感じを紹介して、で最後にメリット、デメリットも少しあるので、そこも紹介していけたらなと思っております。じゃあ早速本編どうぞ。はい、ということで、まずもう早速その僕が今おすすめの T シャツを紹介していくんですけど、それがこちらです。はい、ヘインズのジャパンフィット T シャツっていうシリーズです。皆さんこれセレクトショップとか、ビームスとかユナイテッドアローズとか行く人は結構見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、セレクトショップとかに行ったら結構置いてますね。の白 T なんですけど、このジャパンフィット T っていうのが僕は今一番いいんじゃないかと思ってて、でこのまずジャパンフィット T って何っていうところなんですけど、このヘインズっていう T シャツはもう皆さんもめちゃめちゃ見たことあるし、いろんな SNS、TikTok、YouTube でもたくさん紹介されてるから、名前は知ってるって人はもうほとんどだと思うんですけど、まずアメリカのブランドなんですけど、このジャパンフィットっていうシリーズはもう日本人のために作られた T シャツです。だからもう形とかも日本人の体にしっかり合った形になってます。1901年からって書いてありますね。もうすごいな。124歳とか5歳、124歳ぐらいか。でまず価格帯ですね。これ2つで3000円ぐらいです。だから1枚1500円とかで買えます。でお店とか、それこそさっき紹介したビームスとかセレクトショップ系で買うと、たまにお店のセールだったりとか、ネットでもセールしてたりすることもあるので、全然1000円で買えたりすることもあります。でまずこの T シャツの僕が好きなところですね。まずもうジャパンフィットっていうのをさっき紹介したんですけど、身幅がとにかく細いですね。他の T シャツと比べて超絶妙な身幅で、最近もう今実際に着てるんですけど、結構インスタとかでもよく質問いただくんですけど、フィット感本当に日本人の体にフィットしていて、シュッと細いのにピチピチすぎない？最近ピチ T がもう去年ぐらいかな、めっちゃ流行ってて、でそんな時にもうこの T シャツ本当になんて言うんだろう、ぴっちりすぎずゆったりすぎずみたいな、本当にもう超レギュラーど真ん中みたいな感じなんですけど、でもなんか他のビーフィー T とか、あと他にちょっと着丈短めで音数がちょっと高いやつとかが結構人気だなって思ってるんですけど、それと比べてこれは音数はちょっと低めで、なおかつフィット感がめちゃめちゃいいです。着丈短めで身幅のゆとりがあって、でなおかつワイドデニムだったりを合わせるのが結構もうずっと続いてた海外ストリートトレンドだと思うんですけど、次はスキニーまではいかないけど、もっとなんか縦のラインが綺麗なシルエットが人気になっていくんじゃないかなと思ってるんですけど、そのトレンドにもすごいぴったりだし、なんならワイドパンツにも合うしって感じのシルエットです。で2つ目のいいところがコットンが 100% のコットンなんだけど、なんかツルッツルって感じじゃなくて、程よくザラつき感があって、なんだろうな、体にすごいフィットするんですよね。音数が薄いっていうのもそこのメリットになってると思ってて、例えばちょっと分厚めの音数で生地が厚いやつは人気なんですけど、あれは着た時のちょっとゴワゴワ感というか、体にフィットしきれてない感覚みたいなのがあって、で僕はこの薄くて品のあるコットンがなんかちょっとヴィンテージ T とかのクタッと感に少し近いなと思ってて、昔の90年代とかのヴィンテージ T とかって結構クタッとしててよれてる薄い感じの T シャツ、肌なじみのいい T シャツがすごいそこを良さだと思ってるんですけど、それに少し近いような感覚ですね。でプラス確かね、このヘインズの白 T はガーメントウォッシュ加工っていうのがしてあって、でこの加工は縫製後に T シャツを丸ごと洗いにかけて、で洗いざらしの自然な雰囲気とか、優しい肌当たりをそれで実現してるって感じですね。だからなんかもうパック T 開けた瞬間の新品から肌なじみのいい、体に馴染むフィット感を楽しめるのが魅力の一つですね。で洗濯にそのかけた時の縮みも抑えられるみたいです。だからサイズ感も結構キープしつつ、このいい
フィット感を楽しめるのがおすすめなので、まあ新品のちょっとガチッとした感じとか、まあさっきみたいにちょっと音数の高めな硬い T シャツがあんまり得意じゃないなって人にもすごいおすすめです。柔らかくて品のあるコットンっていうのが2つ目で、3つ目が1枚でも着れるんですけど、インナーとしてもすごい万能で、僕はもう中学ぐらいからこの白 T 着てたんですけど、それまではずっとインナーとして使ってて、で最近になってようやくそのトップスとして白 T1 枚で着ることが増えたんですけど、まあそれもなんか少し考え方が変わったというか、今までは少しこれ透けるんですけど 5.3 オンスだから、だいたいまあ6オンスぐらいから白 T だと全然透けないかなって感じなんですけど、 5.3 だから5から6の間で少し薄め部類になってて、でまあ中学生の時とかは透けたりするのがすごい嫌だったからインナーとしてずっと使ってたんですけど、なんか最近の海外トレンドとかでもまあ結構女性のファッションがやっぱりトレンドとして先に来る中で、女性のラグジュアリーのそのなんて言うんだろうな、著名人とかが最近結構もう表舞台でも全然透けてるのを気にしないかっこよさみたいなのを結構前面に出してて、自信の表れとか強さだったりとか、そういうのを見てかっこいいなって思ってて、で僕もなんかもう最近縄跳びだったり少し筋トレも始めたんですけど、その自分の体に自信を持って見せていくっていう文化というか、まあそこのかっこよさみたいなのに少し年齢が上がって気づいたので、もう今は逆にその少し透けてるぐらいでも自分が体型維持に気を使っていたら少々透けて見えてもいいなって思って考え方が変わって、この T シャツがめちゃめちゃ好きになりました。この首元もね、詰まりすぎず緩すぎずって感じのめちゃめちゃちょうどいい感じですね。はい、ということでここからはコーデ紹介の方をしていきたいと思います。でこれはまず1個目のコーデが白 T にショーツ。まあ、夏一番使いやすいシンプルなコーデですね。こんな感じで、まあ、キャスケットを合わせて、で、黒のショーツを使ってるので、少しちょっとモードな感じの雰囲気にしてます。やっぱサイズ感いいよね。こうやって腕を上げた時に、ちょっとベルトが見えるくらいのサイズ感です。丈の長さもね、めっちゃちょうどいいんだよね。まあ、こんな感じの合わせにも使うことができますね。で、まあ横から見た感じのシルエットとかがこんな感じで、ちょっと風になびくと、まあ少し柔らかい感じの質感が伝わるんですけど、こう腕周りを動かした時に横のシルエットがめちゃめちゃ綺麗に出るので、やっぱりシルエットがすごい綺麗な T シャツだと思いますね。で、まあ光に当たった時の透け感もこんな感じ。透けるっちゃ透けるんだけど、白でこんぐらいしか透けてないから、5.3 オンスなんだけど、結構透けにくいような質感に作られてますね、ちゃんと。はい。1コーデ目は、まあ、こんな感じでした。はい。ということで、次がこの2コーデ目ですね。まあ、ワイドデニムを合わせてみました。まあ、やっぱり定番の合わせだと思うんですけど、少しさっきみたいに紹介した、まあ、着丈短めで、ちょっと幅広めの T シャツとは違って、まあ、ちょっと着丈は短めというよりかはどちらかというとやっぱレギュラー寄りで絶妙な長さだと思いますね。だから腰を腕上げたぐらいで少しこの腰パンしてるパンツが見えるぐらいの丈感ですね。これ着丈はね、測った感じだと64とか5ぐらいでした。まあやっぱデニムとの合わせは一番便利に使えますね。だからちょっとまあ帽子もナイキのキャップにして、ちょっとストリートカジュアルな感じのコーデにしてます。いや、いいね。やっぱ 5.3 オンスだけど、パッと見そんなわかんないんだよね。でも着た感じが本当に全然違くて、6オンス以上の T シャツを着るのと 5.3 オンスのこの T シャツ着た時の、やっぱさっきも言ったんですけど、フィット感とか肌触りの良さみたいなのはめちゃくちゃいいと思います。こんな感じかな。後ろから見た感じと横から見た感じも。いやー、いいな。この合わせやっぱシンプルで超使いやすいし、これも M サイズのヘインズかな。で、これが次はS サイズの。で、着丈の長さはね、そんな変わんないんだよね。だからちょっと肩幅と身幅が少しさっきよりも細くなってて、袖丈も1センチぐらい細くなってるかな。だから本当結構ちょっとピチティ寄りな感じですね。で、黒だと余計にそのオンス数が同じでも、やっぱり素材感的には色で少し透けにくい
感じですね。でもまあこっちのサイズ感も結構いいんだけどね。なんか M サイズだとロールアップして、S だとロールアップなしで着るのもいいかなって感じ。で、こう太陽当たった感じの透け感もこんな感じで、さっきその透ける人が気になったらとかいろいろ言ったんですけど、思ったより透けてないなって思いましたね。動画で見たら。こんな感じのシンプルなストレートのデニムと、あとこの黒のキャスケットと黒の T シャツで、めちゃめちゃいい合わせだな。もう一番かっこいいよね、結局こういう合わせが。はい、ラストはちょっとインナースタイルを少し紹介しようと思います。夏はやっぱりこういうシアーシャツもすごいシンプルでかっこいいから、こんなストレートのデニムと合わせて、でタンクトップもいいんだけど、少しやっぱり大人な印象を出したいときはこういうクルーネックの T シャツがいいかなと思います。透けて見えるところで、脇周りも出てないし、首周りも露出がタンクトップに比べて少ないので、大人な印象を出したいときはやっぱりこういう白 T、ヘインズの両方使えるのがやっぱこの T シャツのいいところだと思います。はい、今着た感じはこんな感じだったんですけど、最後にどんな人におすすめかっていうのを紹介していこうと思ってて、それはまず今の着丈短め、身幅太めの T シャツに飽きちゃった人で、プラス着心地を重視してる人、これはめちゃめちゃおすすめです。最後はもう白 T のフィット感、サイズ感で失敗しちゃう人はぜひこのジャパンフィットっていう日本人のために作ってある T シャツなので、ぜひ使ってみてください。メリットデメリットですね。メリットでもあり、デメリットと思えばデメリットっていう話なんですけど、僕はさっきも言ったんですけど、やっぱりオンス数が低いから 5.3 オンスなので少し透けるんですけど、そこがまず気にならない人が向いてますね。ちょっと透けるのが気になるなって人はあんまり向いてないと思うので、6オンス以上だったりとか、5オンス後半 5.6 とかのぐらいのオンス数でちょっと分厚いやつがおすすめですね。 5.6 オンスが一番定番ぐらいかな。最近は結構なんか6オンス以上が人気なイメージがあるので、6オンス以上を着た方がいいかなって思うのと、あとでも逆にその今の薄いっていうデメリットとして捉えるか、でも僕はすごいメリットだと思ってて、この透けるさえ気にしなければ、例えばこの薄さだからこそのこの肌への質感というか着心地の良さっていうのが追求されてて、夏でほんともう薄い T シャツだとめちゃめちゃ涼しいです。正直この 5.3 オンスのやつと、あと6オンス以上の T シャツもあるんですけど、全然もうなんか涼しさが気持ち的にも違います。で、あと最初に紹介できてなかったんだけど、この首元がこのプリントのタグになってるから、首のかゆさとかも全くないから、本当にそこも着心地の良さにつながってますね。で、透けるのが気になる人と、あとそもそもビッグシルエットが好きな人はおすすめできないというか、デメリットかなと思いますね。もう少し細身のシルエットなので、細身が好きな方だったりとか、シュッとした自分の体を出したいコーデを組みたいときは、こういう T シャツがすごいおすすめです。はい、ということで今回の動画はこんな感じでした。ヘインズのジャパンフィット T っていう、あんまり多分僕が調べた感じだと、なんか YouTube とかで紹介してる人がなかなかいなかったので、僕は最近この T シャツずっともうトップスとして使ってるので、ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。着丈もすごいちょうどいいし、肩幅、身幅も、身幅が特にすごい好きかな。綺麗な体の形が出るので、めちゃめちゃなんか品のあるクリーンな印象に見えると思います。で、あと、この T シャツが 5.3 オンスって言ったんですけど、結構もう今年ぐらいから思ったのが、去年までずっと使ってたやつ、もう2年ぐらい使ってたやつもあったんですけど、1年に1回買い替えるのがやっぱいいかなって思いますね。薄めのコットンだからこそ結構もうよれてくるのもあるし、1年使うと結構色も少し灰色というか汗の色とか汚れとかがちょっと染みてきちゃって、綺麗な白 T じゃなくなるので、毎年、毎シーズン買い替えるのがおすすめです。ということで、こんな感じで最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画は白 T の紹介をしてみたんですけど、こんな感じのシリーズも今後はやっていこうかなと思ってるので、参考になった方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。で、僕はこんな感じで、ファッションの動画とか Vlog とかを紹介してるので、次の動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。じゃあ次の動画でお会いしましょう。ナスイでした。バイバイ。で、1月12日土曜日、渋谷でフリマをするので、ぜひ来てください。この告知はね、もう、あと1ヶ月もないから毎回挟んでいくよ。じゃあ。